いやー魔界の扉が開いた前回だったな。トラブルに次ぐトラブル。崩壊待ったなしかと思ったわ。しかもそれを解消するために隊員たちに大やけどを強要する始末。最終的には立て直した感があったけども、崩壊前夜とも言える、恐ろしい回だった。まあどんぐりの謎に答えが出たし、悪いことだけではなかったのが救いかしらね。そうでも思わないとやってられん。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。再びのヘドロ対戦からのスタートです。何かずっとヘドロ掘ってる気がしてきた。ここの惑星環境だとどうしてもこうなるわね。ヘドロの出現率が高いよな。ヘドロ、火星、寒冷くらいの順番に思えるわ。もちろん個人の感想ですけど、DLC だと腐敗菌の対策が簡単らしいから、苦にならないんでしょうけど、バニラは結構、面倒なものがあるな。液体クーラーの部屋の冷却に着手しました。自然冷却とか待ってられません。生成金属が必要なのです。ないよりはマシ程度ですが応答を得ておきます。スーツがあるから火傷が出なくて助かる。正しいスーツの利用方法ね。そういやマスクの次がスーツなんだよな。そうね、ヘルメットがない。メットがあれば火星もヘドロも難易度が下がるんだけどな。防護服が3段階って結構、大雑把よね。そうだな。というかマスクの代わりにネットでも良い気がする。考えてみると不思議な設定よね。この辺も裏設定の絡みなのかも。あり得る。久しぶりの腐敗患者、マリー隊員です。生身で掘ってればまあこうなるわね。想定よりも少なくて済んでいるとは思うが。薬の在庫って8パックくらいだっけ？確かそう。増やしといてもらおうかしらね。薬があれば腐敗患者もまあ、怖くないからな。コロナ撃滅を祈願しつつ、薬を頼んでおきます。しかしマックスは多彩になったな。医者に採掘に能力か。初期の3人はどうしても目立つわね。キャラも濃いめだしな。後発組に最近、泥棒と仏様が増えたけども、トイレ掃除人もいるぞ。おなら娘もね、賑やかなコロニーでよくかな。原輸送の間欠泉を探していましたが、新しいのを聞きました。高温汚染酸素噴出口でした。当たりよりかね、これは。例によって高温っぷりがひどい。この階層で酸素出されてもな。解放しても対策しないとすぐに圧力で停滞するでしょうね。使い道を思いつくまでこれも封印だな。何か、全般的に高温系が多くないかね。うちのコロニー、熱水と高温塩水のイメージがひどいからな。高温二酸化炭素に今回の原輸送の噴出口たち。冷却は雪塩水の床。さすがに扱いに困るわ。どうしたもんかなこれは。プライベートならやり直してるかも。無事に謎が解けたどんぐりですが、順調に増えております。早速植えられてますけど、増やす手段と割り切って放置してます。あとは野生化させるかどうか、が問題かな。野生化するなら場所の選定もしないとね。直面しているタスクも多いし、少し塩漬けにしても良いかもな。木材を増やすなら早い方が良いんだけど。ちまちま進めるかね。それじゃあ。今更ですがヘドロ機体の下に旧施設を見つけていました。合わせて原輸送付近でも自販機がありました。両方ともチャンスを伺いつつ、アクセスしようと思います。旧施設はほぼ漏れなく野生のシンブルリードが手に入るのも大きいよな。大抵はたっぷり増えてるから拾える量が多いし、そういう意味でもヘドロ攻略は美味しいよな。火星のメリットが少ないのかも。向こうは水素と塩素の除去がいるし、それでも敵くらいかね。それっこもね、何かハンピーくんみたいなのがいてくれたら良いけど、ハンピーくんがイレギュラーなんでしょうね。原輸送で妙な地形にぶち当たりました。この後、出てきます。ここです。寒冷バイオームとの境のアビサライトが途切れていて、原油が流れ込んでいます。確信はないですけど、複数の液体が混ざることで圧がかかってタイルが壊れるってやつかと思います。何しろ壊れたであろうアビサライト鉱石が落ちてるからな。地味に困るわね、これ。どうすっかね。寒冷バイオームが滅ぶぞ。言うても負債だってまた壊れるし、液体を除去しないと根本的解決にならんな。これこそフィルタリングベントの出番っぽいけども、まとめる場所がないぞ。上層まで持ち込むのはパイプの都合上、多分無理。原油を送る可能性があるので、原油たまりにぶち込もうかしら。水はそれでも良いかも。汚染水を浄水してまでやりたくはないし、汚染水はどこかにため池にして放置で良いと思う。そうしますかね。液体クーラーの部屋の排水を開始しました。これが終われば、あとは液体エアロックをつけて、スーツドックの配置ね。スーツドックは扉に近い位置へ、室内には応答1本置きたいが。どうかしらね、熱交換的には液体クーラーの部屋を冷やしそうだけれども、意外とバカにできないからな。要検討だな。それが終わったら、上の熱水を直接、落とし込んでお湯を満たす、と。乱暴だがやったろうじゃんか。すませんけどその際にはセーブロード使います。もしそれをやったとしてもちょうど良いようにはできないだろうけどな。ちまちまと運ぶよりはマシというか、熱水を引き込んでるパイプを一部壊して、排水口にしたらそれも良いな。スイッチをつければ好きな量で停止できるだろうし。邪道な手段か、成功法か、ネタとしては邪道式でいきたいな。動画の旨味に使えそう。ベタな動画の旨味仮面。だが実際にかかる時間を考慮すると一瞬で終わる邪道式に魅力はある。足りない分はボトルにして運んでも良いし。何度か試して、ダメそうなら成功法でいこうか。オッケー。
原輸送でまた間欠戦です。もうオチが読めるんだけど、奇遇だな、こっちもだよ。絶対に熱系じゃん。はい、これです。加熱蒸気噴出口。こうなると思ったわ。逆に冷却系が出たら驚くシーンだよな。原輸送の特徴なんでしょうね、これ。まあ、当分は放置だな。しかし気になるのが原油の排出系が一つしか見つかっていないことね。しかも原油たまりだからな。一手間いるし。間欠泉か噴出口を期待したけど、ダメそうねこりゃ。こうなると水分を引っ張ってこにゃならん。周辺のバイオームの探索も並行して進めましょう。地下1に海洋バイオームがあったはず。そこに塩水間欠泉があれば使えるんだけどね。寒冷バイオームもあったから、ハンピー君も期待しよう。期待するくらいならバチは当たらないでしょう。正直、今見つけている海洋バイオームの塩水は引っ張りたくない。距離があるし、何より他で使うかもだからね。スリックスターの熱源でもあるからな。役割を固定したくない。しかし熱。どいつもこいつも熱。さすがに少しうんざりしてきたな。どっかでサンドボックスで何か遊びましょう。それが良いな。このままじゃメンタルが持たない。メンタルで思い出したけど、そろそろサウナを作ってもよくない？ああ、そうかもな。樹木の量産に一応の目処が立ったし。まあ直近のタスクでは重いから、場所探しから始めましょうか。そうすっかね。泥棒こと連隊員が腐敗病にやられました。今回も強いな、腐敗菌。前回よりも強い気がする。患者が連続してるし、サイクル500まで来てるからな。免疫力が下がってるのかも。医者の増員が待たれる。増員、したいんだけどな。どういうわけだか癖の強いのしか来ないからね。以前も触れたけど、サイクルが増えるとそうなるっていうからな。これ以上癖が強いと扱えないかも。実際、8人体制って少し手が足りない程度ではあるんだけど。今後の表層への進出を考えると12人にしておきたいわ。スリップスターが生まれてました。実は原輸送で卵を見つけたので、確保してました。ピヨピヨ言ってて可愛いな。見ようによってはキップより可愛いかも。何か、言ってるだけで楽しいって雰囲気なんよな。そうそう。世界が輝いて見えてそう。しかも早速、原油を排出してるし。生育環境的にはどうよ？周辺の気温が43度。余裕がないがまあ不安もないってとこかな。二酸化炭素もまあ十分ね。あとはこの温度を維持したまま、増えてくれると良いんだが。最悪、原輸送から卵をかっぱらってきましょう。うちにはその道のプロがいるからな。彼に任せれば安心だ。変なキャラつけられちゃって。しかし神より先にスリップスターが来てくれるとは思わなかった。しかもなんだか早くなかった？早い、気がする。今回の収録で拾ったのにもう孵化してるからな。今回の冒頭が490サイクルだから、最長でも10サイクルで生まれてるのか。便利で可愛くて誕生まで早いとか、ダッツキピップ並みのバランスブレーカーだな。スリックスターだけで原油を供給して、ロケット打ち上げとか面白そう。相当な数がいるし、そもそも二酸化炭素の供給源を用意しないと維持できないだろうな。海外勢ならやってそうね。国内でもいそうだけど、動画にたどり着かないんだよな。オキシ動画の見つからなさ具合は少し異常。ブログとかならあるんじゃないかね。なるほど、そっちで探してみましょう。いよいよ液体クーラーの部屋への突入。部屋の構築用意が整った。通過源に溢れてるし、少し目を離すとこれだもんな。ここが完成すればまた生成金属の量産ができる。トラブルが起きても突入が可能なら色々とはかどるからな。しかし付き合いが長いね、液体クーラー。うまく使えた試しがないって以前に言ったのはマジでした。苦労してるわ。視聴者様は大丈夫かな？置いてけぼりになってないと良いけど。少し展開が遅いのでうんざりはされてそうな気がする。まあうちのやり方ですとしか言えないかな。巻きで進めるくらいはできるけども。まあ総集編だけ見に来てもらうだけでもありがたいからね。利用方法はご自由にどうぞ。さてと、蒸気タービンの冷却も考えなきゃだな。何か策はあるんだっけ？普通に液体クーラーにお願いしようかと思ってた。ってことは経路が増えるのか。大丈夫かな？現在でも相当複雑だから、触ると動作しなくなりそうだけど。不安しかないが、やるしかない。永続的な熱の発揮ができない以上、やれる範囲でやらないと。泥縄ねうちは泥臭くいこうじゃないか。さて、動画締めましょう。オッケー。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。